古事記絵巻第6話、火の神、月の神、海の神の巻。黄泉の国から帰ったイザナギは、ヒムカの国の立花の尾戸というところでみそぎの儀式をしました。まず、杖を投げ、そして帯を投げ、袋を投げました。そうすると、杖から突き立つ船戸の神様、帯が道の長千輪の神様、袋が解きはかしの神様になりました。イザナギは次に上着と袴と冠を投げました。この3つ、上着は患いの牛の神様になり、袴は巷の神様になり、冠は秋食い牛の神様になりました。左手の装飾具を投げると、おきつなぎさびことおきつかいべらとおきざかるの神様になりました。右手の飾りはへざかる、へつなぎさびこ、へつかいべらの神様になりました。そして裸になったイザナギは、川の上流は流れが速すぎる、下流は遅すぎる、中流で身を注ぐことにしようと言って身を注ぎました。イザナギが身をかがめて水を浴びると、黄泉の国の汚れが体から飛び出ました。そしてヤソマガツイとオオマガツイの神様になりました。ただこれは災いの神様だったので、直さなければいけないと考えました。そして飛んで出てきたのがカムナオビの神様、大ナオビの神様、伊豆の目の神様でした。イザナギはさらに水に潜りました。そうすると、水に潜ると底の方に粗骨綿摘の神様と粗骨脳の御事が現れました。そして中ほどに中津綿摘の神様と中津脳の御事が出てきました。そして上流に上津綿摘の神様と上津脳の御事が出てきました。この綿摘の神様の子孫がやがて、この子孫からやがて写しひなが咲くの御事が現れ、それが安住の村地の先祖となったのです。そしてこの筒能の御事たちは後に住之江の摂津の住吉神社に祀られることになりました。こうして、みそぎをしたイザナギ、最後に顔を洗いました。すると左の目を洗った時にアマテラス大神が出てきました。右の目を洗った時につくよみの御事が出てきました。そして鼻を洗った時にスサノオの御事が出てきました。イザナギは喜びました。今までいろんな子供を産んだけど、最も尊い3人の子供が生まれた。そう言って、まずアマテラス大神に自分の首飾りを贈り、そして日の当たる世界、高間の原はあなたが治めなさいと言いました。続いて、つくよみの御事に夜の世界はあなたが治めなさいと言いました。そして最後にスサノオに海原はあなたが治めなさいと言いました。こうして火の神様、月の神様、海の神様が
現れ出たのでした。というところで今回のお話はこれでおしまい。次回は浮日の巻です。お楽しみに。